ず色。今ちょうどパリにいて食事をしようかと思ってオントルコートっていうねお店に来てます。オントルコートってパリだと結構人気のお店で、お肉の部位ですね。オントルコートっていうお肉の部位があるんですけど、基本的にそこしか出さないっていうお店です。もうそれを焼いたものと、あとポテトかな、付け合わせでポテト、それだけなんですけど、見ての通り並んでます。結構並んでる。これね毎回並ぶんですよね。そう、こんな感じでサラダとパンがまず最初に来ますね。めちゃめちゃシンプルでもすごいクイックですね。席に着いたらすぐ肉の火入れだけ引かれます。ナイスボナペティ。ナイス。というわけで早速肉来ましたね。オントルコート。フランス人の友人のシェフともここのオントルコートのお店の話したんですけど、お肉の肉質もすごいいいけどソースがうまいよねって話になったんですよね。あれはなんかレシピがね公開されてないんだっていう風に言ってたんですよね。どういう味、難しいなこれ。確かにと思うんですけどね、ハーブとフロマージュかな。でもちょっとなんかこう旨味の中に苦味みたいなのもほのかにあるから、やっぱりパセリかクレソン。食べ進めるにつれておかわりきましたね。このガリガリにフリットされたポムフリットがまたねいいっすね。これ飽きないんですよね。安い。一気にたくさんの量で来ると、食べてるうちに冷めるじゃないですか。多分そういう気遣いもあるのかな。まず最初半量ぐらい出して食べ終わりそうだなってなったらサービスの方が様子見てもう一発盛り付けるっていう、それちゃんと熱いのを熱い状態で出したいっていうね、その心遣いっていうのはなんかすごいっすよ。こういうカジュアルな感じなの。いやでもこれをねちょっと作りたいっすね。作れるかしら。というわけでパリの名店オントルコートの再現料理をやっていこうと思います。まずはお肉から用意しましょうか。オントルコートの部分です。リブロースですね。まずこの、中心の部分と、あと外側のかぶりっていう部分があって、その間にちょっとね油とか筋噛んでるんで、そこに切れ込み入れておくといいと思います。ちょっとね焼いた時に縮みやすかったりするんで、それの対策で切れ込み入れてます。で、エシャロットですね。やっぱりフランス料理のソースのベースになる、根菜なんでエシャロットはマストです。でこの大量のハーブがエストラゴン、バジル、セージ、クレソンとパセリっていう感じですね。おそらくこれを使ってるんじゃないかっていうぐらいなんですけど、僕のチョイスでこのハーブにしました。でそこにですねアンチョビですね。次はニンニクですね。ニンニクもねやっぱ使ってると思うんですよね。ニンニクはみじん切りにしておいて、エシャロットもみじん切りでよかったんですけど、そうですね気持ち甘みを出したいっていうのもあったんでエシャロットはスライスにしました。この切り方に関してはそこまでこだわんなくてもいいかなと思ってます。でこれも絶対にマストなんじゃないかな。バターですね。ソースを口に入れた時のハーブ感とリッチな乳製品のね香りっていうのが結構印象的だったんで、バターはたくさん使います。だいたい5分の1ぐらいのバターをフライパンで溶かしたら、そこにエシャロットとニンニクを加えて半透明になるぐらいまで弱火から中火ぐらいで炒めていきます。で色がつく手前ぐらいですかね。そこで、もう火はね止めてしまって、そしたら残りのバター加えていきます。
このバター溶かして、これをベースに先ほどのハーブと合わせてミキサーで回していくと。流れとしてはそんな感じです。でちょっとナッツのね贅沢なこのナッティー感もあったんでくるみ使ったんですけど、松の実かもしれないかちょっとね分かんなかったんですけどね、とりあえず今回はくるみにしました。あとケッパーを入れてミキサーでしっかりとバターと乳化させていく感じです。これで一応ソースのベースは出来上がってるんですけど、そこに卵と、ディジョンマスタードですね、あと少量のレモン汁とウスターソース加えてます。イメージはオランデーズソースって言って卵とスマッシュバターで作るフランス料理の古典的なソースがあるんですけど、そこにがっつりハーブが入ってるような、イメージ的にはそんな感じですね。本来だったらこうドゥミグラスって言ってフォンドボーをすごくがっつりと煮詰めたお肉のソースがあるんですけど、それをちょっと加えて肉感出したかったんですけど、作ってるとねとんでもない労力になるんでウスターソースで代用しました。いいかも。でこれちなみにねめちゃめちゃ作りすぎて15人前ぐらい多分取れちゃうと思うんですよね。量を考えないで作っちゃいました。この時ねちょっと夢中でね、なんかもうこのソースのことしか考えてなかったみたいです。後でちょっと後悔しました。これどうしようと思って。フランス料理の伝統的なソースでよくあるんですけど、卵とバターを組み合わせたソースですね。それっていうのは冷蔵保存とかあんまり効かないんですよ。そうしてしまうとバター固まっちゃうじゃないですか。じゃあそれを再加熱しようってなると今度は加熱の時に卵が凝固するんですよね。それで本来の形にならないんですよ。戻らないというか。だから基本的には使い切りっていう、そういったソースの場合はね。困りましたねこれね。さあ気持ちを切り替えて付け合わせのポテト、これも作っていくんですけど、ポテトはフレッシュの状態から、こう細長くね切り分けて、オイルが冷たい状態から火を入れていきます。でそれで芋の中にオイルをしっかりと浸透させて、かつ芋の水分を抜きつつ一旦引き上げて、最後熱々のオイルの中でサクッと揚げると。そうすることでねポテトがバリッとカリッと仕上がるわけです。だいたいソースも付け合わせもこれで準備ができましたからね、オントルコート焼いていきます。今回はミディアムぐらいの焼き加減を目指して歯切れよく仕上げていきましょう。だいたいもうこれ30分から1時間ぐらいは常温に戻ってるものなので、厚さは2から2.5センチぐらいありますけど、火は比較的通りやすいと思うんですよね。これぐらいの厚さが一番焼きやすいですね、個人的には。で強火でもう両面をそれこそ1分ずつぐらいしっかりと焼いていきます。1分ひっくり返して1分みたいな、それをだいたい2回もね繰り返せば火は入りますね。で強火ではあるんですけど、例えば火力10段階あるとしたら8ぐらい、7から8ぐらいの強火で焼いていった方がうまくいくと思います。こんな感じでもうねだいぶ焼き色いいですよね。クリスピーで香ばしい感じで、中がジューシーに仕上がってると食感もね飽きないで楽しく美味しく食べれると思うんですよね。はい、焼き上がったら黒胡椒両面にしっかりとして肉を少しだけ休ませます。すぐカットすると肉汁が結構出ちゃうと思うんでね、ここで 2,3 分ぐらいは落ち着かせた方がいいと思うんですよ。先ほどのソースですね、温めていきます。ちょうど卵がとろっとしたスクランブルになる手前ぐらいをイメージして温めておきましょう。あまりねやりすぎるとボソボソになるし、バターも入ってるから分離しちゃうんで、ここの温度はちょっと気遣った方がいいです。で、お肉の焼き加減こんな感じですね。いいんじゃないですかね。ちょうどいいミディアムだと思います。実際のパリのオントルコートもこれぐらいの大きさでカットでしたかね。というわけで盛り付けドレッセンに行きます。お肉の上にはたっぷりとさっきの温めたソースですねかけて完成です。
いいロゼ色。いや、これいい線いってるな。なんだろう、すげえうまい。赤身全開のこのステーキとこのソースめちゃくちゃ合う。マジでめちゃくちゃ合う。強いて言うならどうなんだろう。本場との違いはなんかより深みがあって旨みのある酸味がもうちょいあった気もする。なんだろうな、もうちょっとケッパー入れればよかった。ワインビネガーを煮詰めてたとかかな。まあでもこれすごいいい、かなりいい線いってますね。ポテイトの箸休めが最高なんですよね。まあ実際にはねパンとサラダついてくるけど、スキッとしすぎてるのかと思いきや、アンチョビのうまみ、あとはバターのコクっていうのがそれらをしっかりと包んでるんで、ちょっとしたナッティーな感じをくるみで演出してて、それでレモンの酸味でキレを出すっていうね、何層にも重なったこの味の構成がね、まあステーキを引き立たせますよ。やみつきになりますねこれ。程よい緑感がいいですよね。まだ肉食ってるんだけど、なんか野菜食ってんじゃないかな俺はっていう、超ヘルシーじゃんね。パリの名店オントルコートの再現でした。世界には美味しい料理たくさんありますからね、少しでも参考になったら嬉しいです。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。